合間にニュース。どうも暑いですね。暑いですね。こうも暑いとはい熱中症対策をしないといけない、うん。人間だけじゃございません。ペットも熱中症対策必要ですよな。あ、そうですね。確かに直射日光で熱くなったアスファルトから足を守るために犬用の靴とか売ってますもんね。ねえ、魚の飼育も大変なんですよ。そうなんですね。温度管理大変ですからね。RPG よりニュースです。はい、唐突ですね。レイドイベント BB ブラッドが開催です。今回の気になるあらすじはこちら。フルストは死んだ。フルストが死んだことで秘密研究所で隔離されていた実験体たちが破壊工作が原因なのか、はたまたフルストが死亡したことで魔術的な結界が破れたか、原因は不明だが突如暴れ出し水槽の檻を脱走した。そんな中、実験体の中でも最重要扱いされる特殊サイボーグビビブラッドが起動する。紹介しよう。ビビブラッドとは端正な顔と豊満なボディは女性型ではさして珍しくはないが、その体は半透明に作られ、内部の骨格その他機械部品に加えて生体部品である子宮が外から見えているレントゲンフェチにはたまらない特殊サイボーグなのだ。ビビブラッド自身は何者かわからない。気がつけば研究所から抜け出し読み原に来ていた。敵か味方かビビブラッドを追う一人の影。果たしてビビブラッドは何者なのか。こうご期待マニン。さあ、ボスのサーフェイスは奥義以外のダメージを常時 25% カット。さらに自身にシールドまで付与してくる。そのため奥義の貫通持ちユニットが望ましいんですな。なるほどなるほど。サーフェイスが自然属性なので疾走形態キイチあずさが相性が良いのではないでしょうか。なるほど。イベント報酬はフロストとなります。フロストの王子は最大8回攻撃、スキルレベル最大で1回の威力は 120% となります。なるほど。8回攻撃 ×120% で最大 960% の威力となるので、報酬としてはかなり高めの数値を出すユニットとなっております。さらに攻撃回数に応じてスピードデバフまで付与されるというスキルには、パーティー全体のスピードに応じて全体攻撃、スピードバフアタックバフをかければその効果は大きくアップしますのでどちらのバフも欠かせません。フロストはホワイトタイガーの獣人族なので、まさに虎のような強さが出ているスキル構成になっているんじゃないでしょうか。なるほど。ここからはピコリがビビブラッドが手に入るガチャをご紹介です。イエイ。まずはプレミアムピックアップガチャ。プレミアムガチャは無償大魔石でも回すことができます。ピックアップされてる今がチャンス。続いて同時開催のステップアップガチャ。ステップアッププレミアムガチャは優勝版となりますが、最終ステップではビビブラッドの排出率が 5% まで上昇します。イエイ。さらに専用のスキルの書が最大2冊獲得できるので、ビビブラッドが欲しい方はステップアッププレミアムガチャを引いた方が圧倒的にお得ですよ。それではそんなビビブラッドのおすすめポイントを紹介したいと思います。イエーイ。奥義は自身のスピードに応じて威力がアップするものなので、シック装備、スピードバフ、アタックバフが必須ですね。さらに自身のスキル威力もアップするのですが、この値がなんと
50%! わお。アタックバフ並みに強いバフになっているらしいです。さらに敵にダメージブーストまで付与してくれます。ですが、なんと奥義使用ごとに自身が火傷を負ってしまうので、状態上回復キャラクターが必須になりそうです。デメリットがある分、威力がすごいってことですね。その通りです。その通り。さらにですよ。はい。はい、奥義の演出時間も通常よりも短いものになっているので、ダメージパーセコンド、DPS の点でもバッチリお任せください。スキルにはバフ3種の数値が 60% アップです。これは誰が見てもわかる強いやつですね。そうですな。はい。ただし使用ごとに自傷ダメージがあるので注意が必要です。スキル1のリジェネは永続効果。効果は小さいんですが、スキル2の自傷を緩和できるのがいいとこですね。ね。はい。総合するとデメリットがある分、威力、バフ、どれも高い水準になっているのではないでしょうか。ビジュアルもですね、ボンスケスケ、ボングラマラスで素敵ですね。ね、グッドグッド。グッドです。続いてはペリットのご紹介です。必殺技は敵全体に暗闇付与と味方全体の SP 回復です。ディフェンスも684とかなり高いらしいので、ヤオビクにレベル75とのバトルにも使えそうですね。はい。スキル1は敵全体に毒を付与。プラス味方全体に HP 回復です。毒を与えて回復もしてくれるんですね。優秀ですね。状況に応じてスキルを使い分ければグッドです。グッドです。はい。タイマニ RPG の世界観ではあまり見かけないサイバー系ですね。ね、かわいい。すごくかわいいです。最後にご紹介するのは双円乱舞ウェスタです。必殺技は敵の数が多いほど威力がアップ。さらに敵全体に火傷付与です。雑魚処理などに便利そうですね。はい。さらにリーダースキルが火傷耐性 100%。なので火傷を多用してくる敵にサポーターとして起用するのがいいのかと思います。褐色の肌に白髪ロングが映えますね。かわいい。はい。ポージングも躍動感がありますし、青い炎がまたかっこいいですね。最後にサマーキャンペーン前半ログインボーナスのお知らせです。イエイ。はい。期間中に最大6日間ログインするだけで大魔石が12個ゲットできちゃいます。わお。はい。ログインするほどに大魔石のもらえる量も増えていくので、忘れずにログインお願いしたいマニー。ところで、何ですか？最近ちょいちょい RPG ニュースになんかよくわかんない絵入ってきて、よく挿絵ね。挿絵入ってますよね。まあ頑張ってますね。あれなんか広報さんが描かれてるみたいなんですけど。夜な夜な描いてますね。2時間ぐらいでパパパッと。なんかマウスで描かれてる。マウス、そうそう、マウス操作なんで。なるほど。なんか絶妙にうまいでしょ。うまいですよね。ありがとう。なんか意外となんか照れるな。なんか今後とも期待し。マニー？タイマニーですね。はい。以上タイマニーニュースでした。ちょっとワンテンポ置いてくれたらな。パッて開けたいんだけどな。なるほどね。パッて開けたらかっこいいなって思ったんですけど。OK です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なんか広報さんのそこはかとなく下手馬なイラストを期待したマニンですね。パッとはいかないんですか？なるほどなるほど。それやってくれたらいいですね。